こんにちは、特急便です。2023年11月2日、12時49分になりました。これから出発します。一つ新しい質問が来てまして、北九州エリアではシミはどうですかってことなんですけども、昨日からシミは全く出なくなりました。で、ブーストが11月6日ですか、廃止される予定なんですけども、もうギザギザは昨日の段階で1回なくなりました。で、今見ましたら、ギザギザはまた出てきましたんで、6日までは続くと思います。で、皆さん、最近の低単価に困ってらっしゃるようで、他のツイッターとか見ると、すごい低単価のが出てくるんですよね。ネタで話してるから、とても安いやつだけをアップしてるのかもしれませんけど、安いことは安いですね。で、皆さん、特に軽貨物とか、お金かかる、運搬具でやってる方、経費は考えられてますか？いやー、時計さん、そんな考えてますよって言うかもしれませんけど、月単位、年単位で考えているのはもちろん、仕事1単位で考えるともっと便利です。例えばですね、私、これ、もう丸7年やって8年目に入りましたけども、その前はですね、一つの仕事を置いて、その前は赤棒っていう軽貨物の運送業を11年間やりました。で、多少ノウハウはありますけども、1キロあたり何円で走るかを計算しておくととても便利です。例えばですね、今、もっと高くなってるかもしれませんけど、当時の車両の購入費が120万円で3年間償却でしたから、1年間でおよそ40万円でした。で、私が1年間に10万キロ乗りましたので、だいたい1キロあたり、4円かな。車両の償却費が4円になります。それから当時、だいたいガソリンが100円ぐらいでしたから、100円で12キロ、13キロ、13.5、14キロ、そのくらい走りましたんで、おおよそ1キロあたり8円で走ってました。で、合計すると12円になります。で、それから、その他の経費がありますよね。自賠責保険、任意保険、タイヤ、定期点検、修理代、駐車場代。で、全部込みで、計算すると1キロあたり15円になります。で、先ほど申し上げた通り、現在もっとガソリン価格が高くなってますから、それよりも高くなってるはずですし、車両価格も高くなってますので、それよりも高くなってるはずですけども、今ご説明上、15円でやってしまいますけども、例えばですね、10キロの仕事を受けたときに、じゃあこの仕事で車両にかかる経費は 15×10 で150円だって考えると、ちょっとその人はまだおめでたいんですよね。実際はその倍ぐらいは使います。で、当時僕も、月間8000キロぐらい乗りました。それから1日300キロ以上乗りました。平均するとね。でも300キロ全部実車ではなかったんですね。150キロぐらいの仕事1本か、80キロぐらいの仕事1日2本か、そんな感じでした。ですので、300キロの半分ぐらいは、改装したり、家から出たり、家まで帰ったり、その距離でした。ですので、今、ウーバーやるにしても、そのロスの距離数も加えておかなければいけないから、その倍は見ておかなければいけない。だから10キロの仕事をするとすると、150×2 で300円ぐらいが車両にかかる経費になります。じゃあ、301円以上の仕事を受ければ儲かるじゃないかと思いますよね。それもまだおめでたいんですね。携帯電話代とかね、例えば事務所兼住宅とかの場合は、その費用も入りますし、それ以外にも、養生の、備品とか、いろんな備品とか買いますよね。その経費が入ってきますので、その30円プラスアルファ40円とか45円とか見ておかなければいけません。僕は昔、赤棒やった頃は、だいたい50円で見てました。ですので、10キロの仕事を、1000円、1キロ100円で受ければ、いい感じ。で、90円で受けちゃうと、経費が50円だから、自分の取り分は2割引きになってしまうんですよね。80円、10キロ800円で受けてしまうと、自分の取り分が4割引きになってしまう。ですので、800円はもう私は受けませんでした。
900円だったら受けてましたね。で、車両運搬具によって若干その経費はね、違ってきます。若干相当違うかな。軽貨物の方がやっぱり高いし、で、バイクさんだともうちょっと低くなりますけど、やはり少しお金はかかります。で、自転車でもいい自転車乗ってる人はちょっとお金かかります。私みたいにママチャリ乗ってる人が一番安いかなと思いますけど、それでも、1キロあたり、5円ぐらいかかりますので、まあ、さっきの計算で言うと倍にしなければいけませんから、1キロ10円で私は計算してます。まあ、そんな感じで、自分の、移動のコスト、1キロあたりの計算しておくと便利ですので、よかったら自分の計算してみてください。例えばですね、ウーバーからリクエストが来て、10キロ500円、軽貨物の方でね、来たら、それはもう拒否した方がいいです。600円で来たとしても、それ行ったとしても、100円しか自分の手元に最終利益としては残りません。それも蹴る方向だと僕は思いますけど、でもどこまで受けるか受けないかはご自身の判断ですからね。まあそういうことも考えて、ちょっとやってみてください。で、軽貨物やってた時もそうですけども、暇な時期、閑散期は、どうしてもね、仕事をね、入れたいんですよね。入れると、なんか安心する。安い仕事でも入れると安心する。すごくなんか、仕事してるようなイメージになるんですよね、自分の中でね。でも、安い仕事は受けない方がいい時もあります。何もしない方がいい時もあります。いつもの公園待機です。さっきの話に関連して、オイルの件なんですけども、オイルは軽貨物でも 100% 化学合成がいいです。カーショップ行くと4つぐらいランクあって、一番下のやつ、2番目のやつ、3番目のやつ、4番目のやつ、下から4番目が 100% 化学合成になってるはずなんで、だいたいね、それを入れます。なんでかっていうと、一番下のやつだと、長く使ってると、こまめにオイル交換してもエンジンが焼き付きます。ですので、あんまり火をかけたくないって人でも、下から2番目以上にしてください。オイルが高くなると、経費がかかるんじゃないかと思うかもしれませんけど、オイルが高くなった分、燃費が良くなりますので、全体の経費は変わりません。で、経費が変わらないんだったら、じゃあ何でもいいじゃないかって話にもなるかもしれませんけど、そんなことがなくて、何十万キロも走っていても、いいオイルを交換すれば、エンジンがへたれませんので、ずーっと使います。だから、車を交換しなくても良くなるんですよね。で、長く使っていくと、儲かります。ですので、オイルは 100% 化学合成がいいです。仲間から笑われたりしますけどね、そんなの入れなくてもいいんだよって言われますけど、自分だけ知ってればいいんで、やってみてください。で、僕が使ってたスバルのサンバーの場合は、オイル交換10万キロに1回って使用書に書いてありますけど、2500キロ以上使うと燃費が著しく落ちていくんですよね。満タン法でチェックしてると分かります。ですので自分の場合は3333キロに1回交換してました。で、中途半端なような感じしますけども、1万キロで3回だからね、管理はしやすいです。1軒目ドロップ新高田です。2軒目ドロップ小倉北区井堀です。ならない公園です。ガスト1リッターさんからなりました。喜んでいきます。300円ですけどね。3軒目ドロップ戸畑区だったかな、沢見です。ちょっと多いんですけども1キロなんで行きます。ガストでご飯食べた後、下に降りようと思いましたが2軒たまたま当たって、ならない公園で待機です。31分熟睡ですけども、多分ラッキー 5.9 キロです。もっと短いはず。5軒目下糸渦ドロップです。さっきの意外とありまして 5.5 キロでした。6軒目ドロップ上糸渦です。7軒目ドロップ金慶町です。金慶公園待機です。さっきから1キロぐらいのがちょろちょろ流れてきて程よいです。ということは
バイクさんたちとか速い人たちがやりきれない仕事がちょろちょろ流れてくる地域がいいんですね。これバイクさんが少ないところだと僕も遠くに飛ばされますから、真ん中ぐらいのところがいいんですね。ということは、毎日たくさんやってる人、トップクラスの人はそれを知ってるんですね。私は8年目で今日初めて気づきました。8年目と6本真鶴です。9時で終わりにしました。今日の運転率は 28% でした。10月21日にドーンと落ちまして、で真ん中の2日だけの得意日を除いてずーっとそこだったんですけども、だんだん回復してきまして、21日より前のレベルに戻りました。上昇は4日連続です。これとこのままいけばいいんですけども、そんなにうまくいくかなとも思っています。また落ちるかもしれない、このままいくかもしれない、50-50ぐらいですね。ではまた明日。